公式の発表では、日本には250日分以上の石油備蓄があるとされています。でも、ある危機が起きた途端、たった20日で産業全体が悲鳴を上げ始めた。これおかしいと思いませんか？今回は日本のエネルギー安全保障に進んでいたナフサというまさかの資格、この驚くべき矛盾を一緒に解き明かしていきましょう。まずこの風景をご覧ください。日本の産業力を象徴する石油化学コンビネートですよね。でもこの巨大な産業基盤、実はものすごく長くて、しかもかなり室い供給ラインの上にギリギリのところで成り立ってるんです。その最大のアキレス腱、それがホルムズ海峡です。日本のエネルギー供給、そのまさに生命線がたったこの1点にギュッと集中しているわけです。いや、これ驚きますよね。日本の原油入入のなんと 95% 以上が中東から、そしてそのほとんど全部がこのたった一つの海峡を通って運ばれてくるんですよ。まさに日本の経済の急所と言っていいでしょうね。そして2026年、事態は一気に動きます。イランの軍事演習から始まってタンカーへの攻撃、そしてついには海峡が事実上封鎖されるまでわずか数週間、あっという間に危機は頂点に達してしまいました。さあ、生命線を断たれてしまった日本、一体どれくらいの期間持ちこたえることができるんでしょうか。これに対する公式の見解は非常に心強いものでした。ここで登場するのが日本の切り札ともいえる巨大な国家石油備蓄、いわゆる250日の盾というやつです。そう、日本が持っている原油の備蓄量はなんと250日分以上。これは国と民間両方を合わせた数字で、政府も直ちに影響はないとそう発表したわけです。このグラフを見てもらうと一目瞭然です。国際エネルギー機関 IEA が加盟国に義務付けているのが90日分。日本はそれをはるかに上回る世界でもトップクラスの備蓄水準なんですね。これだけ見れば確かに盤石に思えますよね。政府や専門家のロジックはこうです。原油の備蓄があるということは、それはつまり潜在的なナフサの備蓄でもあるんだと。なぜなら原油は製油所でたった1日あればナフサにできる。だから250日分の原油があれば石油化学産業も250日間は大丈夫という理屈なんですね。でもここからが話の核心です。この完璧に見えた防衛網に実はとんでもない穴、見過ごされた脆弱性があったんです。それがナフサの資格です。考えてみてください。250日分の原料があるはずなのに、なんで危機が始まってほんの数日でもう生産を止めたり減らしたりする工場が出てきているんでしょうか。ここにものすごく大きな矛盾が隠されてるんです。ここで驚くべき事実が明らかになります。左側、戦略的な原油備蓄は確かに250日分以上あります。でも右側を見てください。産業が今すぐ使える現物のナフサの在庫はたったの20日分程度しかなかったんです。じゃあそのナフサって一体何なのか。これはですね、産業の米って呼ばれてるんです。僕らが普段使っているほぼ全てのプラスチック製品、合成ゴム、化学繊維、その全ての出発点になるめちゃくちゃ大事な基礎原料なんです。そしてその産業の米が足りなくなったことでドミノ倒しが始まりました。石油化学産業全体で一気に連鎖的な反応が起きてしまったんです。これはもう机の空論じゃありません。現実に三菱ケミカルが鹿島でエチレンの生産を減らし始めた。出玉鉱産は設備の停止もあり得ると通知。住友化学に至ってはシンガポールで不可抗力、つまりもう契約通りには製品を収められませんと宣言する事態に、大手企業が次々と生産調整に追い込まれていったんです。こういう化学物質の話ってちょっと遠い世界に聞こえるかもしれませんけど、僕らの生活に直結してるんです。例えばエチレンがなきゃ食品の包装フィルムとかペットボトルが作れない。プロピレンがなきゃ自動車の部品とか赤ちゃんのおむつも作れない。ブタジオンがなきゃ物流を支えるトラックのタイヤが作れない。全部つながってるんですね。そして次の衝撃波はもうすぐそこまで来ていました。専門家は4月までには包装資材とか物を運ぶためのパレットが足りなくなると予測したんです。これってつまりスーパーやコンビニの棚から商品が消えるかもしれないってことなんですよ。つまりですね、いくら原油のタンクがパンパンに満たされていても、実際に生成されたナフサそのものの在庫が尽きてしまえば産業の歯車はあっけなく止まってしまう。これが今回の危機が僕らに突きつけた厳しい現実だったわけです。さて、ここで2つの相反する現実を整理してみましょう。長期的な安全と短期的な脆さ、この全く異なる2つの時間軸で進む危機です。しかもこの危機が起きる前から実は日本の石油化学産業ってもうボロボロだったんです。中国の過剰供給のせいで全然儲からなくなって業界再編の真っ只中だった。つまり体力が落ちてるところに致命的な一撃を食らってしまったようなものだったんですね。このグラフを見るとナフサの供給構造がもっとはっきりわかります。国内で作っているのが 40%、 残りの 60% は輸入です。そしてホルムズ海峡が封鎖されると日本が必要とするナフサ全体の実に 44% がストップしてしまう。原油の 95% という数字よりももっと直接的でインパクトの大きい数字だということが分かりますよね。まとめてみましょう。長期的には日本には原油の供給停止に250日も耐えられる時間的な余裕がある。だからその間に外交交渉をしたり別の供給ルートを探したりできる。でも短期的にはたった20日分のナフサ在庫しかなくて、その影響は数ヶ月どころか数週間という単位で経済全体に一気に広がっていったわけです。最後に問われるのはこれです。
日本の戦略的な深さはその足元にある戦術的な室さに果たして打ち勝つことができるのか。250日という安心材料の裏に隠されていた20日という時限爆弾。このギャップこそが日本のエネルギー安全保障が今まさに直面している本当の課題なのかもしれません。 Welcome to the debate。 本番組では提示された資料をもとに事象を複数の視点から深く掘り下げて知的な議論を展開していきます。今回取り上げるのは2026年3月初旬に発生した米国とイスラエルによるイラン攻撃、これを背景としたホルムズ海峡の事実上の封鎖状態についてです。はい。日本の原油輸入の9割超が影響を受けるというまさに未曾有の事態ですね。ただ本日の焦点は単なるガソリン不足とか電力不足といった話ではありません。近年日本が急速に中東への依存度を高めていたナフサの供給が脅かされている現状についてです。ナフサ、いわゆる産業の米ですね。あらゆるプラスチック製品や化学製品の基礎となる物質ですから。そうです。このホルムズ海峡封鎖によって日本のナフサがどう不足し、それが実体経済へどう波及していくのかを今日は具体的に議論していきます。非常に重要なテーマです。本日の最大の論点はですね、日本が誇る250日分の石油備蓄、これがこの石油化学サプライチェーンを完全に守り抜く強固な盾として機能するのかどうかという点にあります。私はこの250日分の原油備蓄はそのまま潜在的なナフサ備蓄として機能すると考えています。日本の柔軟な生成能力と有事の優先供給体制、これを掛け合わせればサプライチェーンは十分に維持可能であるという立場を取ります。なるほど。私は、全く別のアプローチからこの問題を捉えています。マクロな250日という数字の安心感が現場るミクロな現実、つまりカウントダウンを完全に覆い隠してしまっていると思うんですね。物理的なナフサの在庫は実質20日分しかありません。備蓄放出のタイムラグや物流網への即時的な波及、さらには構造的に疲弊しきった石化業界の現状を踏まえると、実体経済への深刻なダメージは避けられないという立場です。見解が分かれますね。ではまずは私の視点からもう少し詳しく前提を共有させてください。確かに日本の原油の約 93.5% が中東産で、その大半がホルムズ海峡を通過しているという極端な依存構造は事実です。ただ日本には国家備蓄、民間備蓄、そして産油国共同備蓄を合わせて、250日超という世界最高水準の防衛線が存在します。はい、数字上はそうですね。でよくナフサの在庫が20日分しかないから日本経済は止まるという懸念を耳にしますが、これはサプライチェーンの連動性を見落としていると思うんです。連動性と言いますと生成のプロセスのことですか？そうです。原油からナフサを作り出すスピードです。原油をトッパー、つまり蒸圧蒸留装置という最初に成分を分ける巨大な釜に投入してから製品化されるまで約1日しかかかりません。さらにそこからナフサからエチレン等の化学原料へ転換するのにももう1日。つまりわずか2日で原油からプラスチックの原料への変換が完了するんです。設備上は確かにそうですね。だとすれば250日分の原油備蓄があるということは、そのまま8ヶ月分以上の潜在的な不備蓄を意味するわけです。有事においては経済安全保障推進法などの法制度に基づいて政府が優先的にナフサ生産を支持できる体制も整っています。なので産業の心臓部が物理的に止まることはありえないというのが私の見立てです。確かに原油を生成すれば2日でナフサを取り出せるという理論自体は間違っていません。しかし私たちが直面しているのは理論ではなく現実です。日本のナフサ需要の構造を考えると、そのロジックには大きな穴があると言わざるを得ません。どの部分に穴があるとお考えですか？日本で消費されるナフサをうち実に6割はそもそも輸入に頼っているという事実です。国内の製油所で原油から作っているのは残りの4割に過ぎないんですよ。さらにその輸入ナフサの中東依存度は直近の5年で 53.1% から 73.6% へと急上昇しています。中東シフトが進んでいましたね。ナフサの土台は大きな痛手です。しかし日本の製油所は近年の需要減退に伴って設備集約を進めたとはいえ、依然として実需要を上回る過剰な生成能力、つまり強力な冗長性を有しています。特定の調達ルートが断たれても全国の製油所が一斉にフル稼働することでかなりの部分をバックアップできるはずです。いやー、国内生成でカバーしようにもそもそも原油を現場に持ってくるまでに膨大な時間がかかりますよ。250日分の備蓄があるとおっしゃいますが、例えば国家備蓄の放出プロセスを考えてみてください。2022年のウクライナ危機対応で史上初めて国家備蓄900万バレルが放出されましたよね。はい、ありましたね。あの時4月に放出を決定してから全量の引き渡しが完了するまで約6ヶ月を要しました。なぜかといえば、お役所の手続きや入札、さらには実際にタンカーを手配して輸送所から製油所へ物理的に移送するという膨大な手間があるからです。なるほど。250日分という数字は金庫の中の札束としては立派ですが、金庫の鍵を開けて手元に現金が届くまでに半年かかるんです。その間にたった20日分しかない物理的なナフサ在庫は完全に尽きてしまいます。国家備蓄の放出に時間がかかるというご指摘、そこはその通りです。2022年の事例を見れば明らかな手続きのタイムラグが存在しますから。ただ有事の防衛線は国家備蓄だけではありません。日常的な流通の中にある生きた在庫、つまり民間備蓄が約70日分存在している点を見落としてはいけません。民間備蓄の義務日数の引き下げのことですね。その通りです。ホルムズ海峡封鎖という事態が発生した場合、政府は真っ先にこの民間備蓄の義務日数を引き下げる措置を取ります。例えば義務を70日から50日に引き下げるだけで、市場には実質的に20日分の原油が即座に解放されるわけです。なるほど。入札なしでですね。入札も移送の手間もなく、すでに製油所のタンクにある原油をそのまま生成に回せるんです。この機動的な原油放出があれば、20日というナフサの在庫限界が来る前に十分なブリッジをつなぐことができると考えます。民間備蓄の放出で当面の原油が確保できるという点については私も否定しません。ただ私が最も危惧しているのは、原油からナフサが作られるまでのわずかな遅れでさえ現場のサプライチェーンには致命的だということです。
現に今、3月上旬の段階で何が起きているか。減産の動きですね。三菱ケミカルは鹿島コンビナートでのエチレン減産を開始し、一度も降参も徳山や千葉の設備停止に向けた準備を顧客に通知しています。なぜ彼らが今すぐ減産するのか。エチレンプラントという巨大な設備は一度完全に停止してしまうと、安全確認や再稼働までに数週間の時間がかかります。だからこそ完全停止という最悪の事態を避けるために動いていると。その通りです。手元の20日分のナフサを少しでも長持ちさせようと、ギリギリの減産を行っているんです。この即時的な減産こそが実体経済への波及の第一歩なんですよ。ではその波及について具体的に掘り下げてみましょう。エチレンプラントが減産に入ったとして、それが私たちの生活や日本経済全体にどう影響していくと見ていますか？エチレンの減産を単なる化学業界の数字として捉えると非常に危険です。これはいわば物流の血液が止まることを意味します。エチレンが減れば即座にポリエチレンやポリプロピレンといった樹脂の生産が落ち込みますよね。はい、プラスチックの原料ですね。これらがフィルムや成型品に加工され、物流現場に届くまでには1ヶ月から2ヶ月のリードタイムがあります。つまり3月の今起きている減産は、4月以降に Amazon などの EC 向け梱包袋や物流センターで荷物を載せるのに不可欠な樹脂パレットの供給不足という形で現れます。原油の備蓄がいくらあっても、来月には物流センターの機能が麻痺し始めるんです。確かに包装資材やパレットの不足は物流網にダイレクトに響きますね。ただそこは市場メカニズムの範囲内で調整される側面も大きいと考えています。市場メカニズムですか。物理的に物がない状況で。供給量が減少し価格が急騰することは間違いありません。しかし化学業界にはナフサフォーミュラという高度な価格転嫁の仕組みが定着しています。輸入や保険料を含めた輸入価格、いわゆる CIF 価格をベースにして四半期ごとに製品価格へコストを転嫁できるシステムです。国産ナフサ価格を基準にしたフォーミュラですね。この仕組みのおかげで化学産業の価格転嫁率は 80% から 90% と非常に高いんです。つまりコスト上昇は確実に川下の最終製品へと転嫁されていきます。消費者物価を押し上げ、インフレ圧力というマクロ経済への痛手は伴いますが、金を払えば手に入るという状態は維持される。医療機関の注射器や食品方向、物流を維持するためのタイヤやパレットといった社会機能に不可欠な物理的な素材の供給そのものが完全にゼロになるわけではないんです。インフレの痛みだけで済むというのは少々楽観的すぎませんか？私はその価格転嫁がスムーズにいくという前提自体が現在の日本の石油化学産業の体力を過大評価していると考えます。体力がないと言われますと、今回のホルムズ危機が致命的なのは、日本の石油化業界がすでに深刻な構造的疲弊の真っ只中にあるタイミングで起きたからです。資料にもある通り、中国のエチレン生産能力は2023年に5174万トンに達し、韓国の4倍は規模に膨れ上がっているんですよ。この圧倒的な過剰供給によって安価な汎用プラスチックがアジア市場に溢れ返っているんですよ。確かに中国の増産による市況の悪化は長らく日本のメーカーを苦しめてきましたね。その結果、日本のエチレンプラントの稼働率は2025年12月時点で 77.1% にまで落ち込んでいます。好不調の目安と言われる 90%、なんと41ヶ月連続で下回っているんですよ。すでに水島コンビネートでの設備集約など血を流すような業界再編を進めている最中です。限界まで切り詰めているからこそショックを吸収できないというわけですね。その通りです。平時であれば企業にはコスト上昇を一時的に吸収したり、グループ間で在庫を融通したりするバッファーがあったかもしれません。しかし今の業界にはそんな余裕は1ミリも残されていない。例えばシンガポールの PCS ではすでにアクリル樹脂原料などでフォースマジュール、つまり不可抗力による供給停止が宣言されています。日本のメーカーもこれに追随するリスクが極めて高い。価格転嫁の前に事業継続そのものが危ぶまれる企業が続出するはずです。その厳しい現実、特に中国の過剰供給による稼働率の低迷については私も深く同意します。しかし私なら少し違った枠組みでこの状況を捉えますね。と言いますと、日本の石油化学産業が持つ本質的な競争力は単なるエチレンの生産量にはないということです。例えばアメリカのシェールガスに由来する安価なエタンクラッカー、これは天然ガスからエチレンだけを効率よく取り出す設備ですが、プロピレンやブタジエン、芳香族といった多様な複製生物を生み出すことができません。エタンからはエチレンしか取れませんからね。一方で日本のナフサ分解工場はこれらの複製生物を豊富に産出します。そしてこれらが自動車のバンパー、合成ゴム、さらには EV 向けの電池材料や半導体材料といった日本の産業競争力の源泉である高付加価値分野を根底で支えているんです。この強みは中国やアメリカの汎用品メーカーには簡単に模倣できません。日本の高付加価値品の競争力が高いのは事実ですが、それが今回の危機とどう結びつくのでしょうか。今回のホルムズ危機がもたらすショックは、むしろ中東の原油に依存した現在のビジネスモデルからの脱却を強制的に推し進める一種の劇薬になるということです。廃プラスチックを分子レベルまで分解して原料に戻すケミカルリサイクルや、工場から出る CO2 を回収して化学品を作るカーボンリサイクル、いわゆるカーボンニュートラルコンビナートへの転換に向けた投資を加速させる強力な原動力として機能するはずです。客が急務であるという点には完全に同意します。ただそれはあくまで5年後10年後の長期的なビジョンですよね。私たちが今直面しているのは2026年3月の危機であり、来月4月に迫り来る物流現場での資材枯渇です。確かに時間軸のズレはありますね。長期的な産業構造の転換を議論することは重要ですが、それは目先の20日分のナフサ在庫が尽きようとしている現場のパニックの解決策にはなりません。物流企業は今まさに樹脂パレットから木製パレットへの一時的な切り替えや代替調達先の確保に奔走していますが、サプライチェーン全体の連鎖的な混乱を止めるにはあまりにも時間が足りない。マクロな250日の備蓄が未来を語る余裕を与えてくれるとしても、現在起きているミクロな供給途絶を救うことはできないんです。250日の備蓄がもたらす時間の猶予をどう評価するかで私たちの見解が分かれているようですね。
そろそろ議論を総括したいと思います。はい。私の立場は、250日という圧倒的な石油備蓄が国家機能の完全な停止を防ぐ戦略的な時間的猶予、つまりディープバッファーとして確実に機能しているという点にあります。一時的な価格高騰や4月以降の特定資材の供給遅延は避けられないとしても、8ヶ月分に相当する潜在的な原料が存在し、それを生成化する生成能力と法制度が整っている。だからこそ産業の根幹が崩壊することはない。日本はこの基盤を使ってサプライチェーンの再構築を図ることができると考えます。私はそのマクロなレジリエンスの裏側で起きている現実に警鐘を鳴らします。250日という数字は確かに存在しますが、物理的なナフサ在庫が20日分しかなく、中東への依存度が 70% を超えているという構造的な脆弱性は現場レベルでは致命的です。すでに始まっているエチレンプラントの減産は1ヶ月から2ヶ月のリードタイムを経て、包装資材や物流パレットの不足という形で実体経済に強烈なダメージを与えます。疲弊しきったエシカ外界にはこのショックを吸収する余力はなく、即時的かつ深刻な危機であるという事実は揺るがないと考えます。ありがとうございます。立場は異なりますが、本日の議論を通じて非常に重要な共通認識が得られたと思います。それはホルムズ海峡の封鎖リスクが単なるエネルギー燃料の問題ではなく、ナフサという素材を通じてアマゾンの箱から倉庫のパレット、医療現場に至るまで日本社会の隅々に直結しているという事実です。おっしゃる通りです。そして私たちがこれまで無意識に依存してきた中東からのナフサ供給や既存のサプライチェーンがいかに脆いバランスの上に成り立っていたかが浮き彫りになりました。長期的にはリサイクル原料への転換など抜本的な構造改革が急務であるという点では見解が一致していますね。はい。今回の事象は日本の経済安全保障の在り方を根底から問うものです。備蓄という盾が十分に機能すると見るか、それともミクロな供給網の断絶が致命傷になると見るか、どちらの視点もこれからの日本の産業構造を考える上で欠かせない要素です。リスナーの皆さんにはこの議論を一つの危機として日々の生活を支えるサプライチェーンの真の姿を注視し続けていただければと思います。本日のザ・デベートはここまでとなります。お聞きいただきありがとうございました。